はい、どうも藤井です。これまで自分が若い頃、10代くらいの頃好きだった洋楽、邦楽、いろいろ紹介してきたんですけど、そんな中で、周りにはあんまり言わないけど密かに好きだったアーティストがいまして、それが小林泉さんです。この方はアニメうるせえやつらのテーマ曲を作ったことで知られています。今回はその小林泉さんのソロアルバムを中心に紹介します。小林泉さんは10歳の頃からピアノを習い始め、高校生の頃にはキーボードプレイヤーとしてレストランやクラブといったところで演奏の仕事をするようになったそうです。1976年にアソカというバンドを組み、ヤマハのイーストウエストというコンテストでグランプリを獲得。1977年にミミちゃんスーパーバンドという名前でレコードデビュー。1978年には小林泉&フライングミニバンドにバンド名を改め、ファーストアルバムオレンジスカイをリリース。同年セカンドアルバムシーフライトをリリース。フライングミニバンドの音楽性はラテン要素の強いフュージョン。そこに彼女の軽いボーカルが乗る感じで、そのラテン系のノリはソロ作を通じてもずっとある感じですね。1979年にはバンドは解散し、高中正義のバックバンドとパラシュートというフュージョンのバンドに加入します。そして1981年にうるせえやつらの主題歌ラムのラブソング宇宙は大変だの作曲編曲を担当し、その後のダンシングスター、夢はラブミーモア、I.I.You&I といった曲では自ら歌っています。ラムのラブソングはテクノ歌謡と言われることが多いんですけど、改めて聞くとそれほどテクノ度は高くなく、ラテンの要素が強いです。その点2代目の主題歌ダンシングスターの方がテクノ歌謡してます。歌声も舌足らずで、プラスチッキーで他にない個性的な声ですよね。個人的にはうるせえやつらが始まった頃、自分は小学校低学年で、なんかエッチな番組だと思って見てなかったんですよね。それが高学年になってくると、めっちゃ面白いっていうのが分かって、それで見始めた時の主題歌が、ダンシングスター夢はラブミモアで、すごくささっとというか思い入れがとても深いです。その後もさすがのサルトビやストップひばりくんといった自分が好きだったアニソンを手掛けていて、それは後々知ったんで、小林泉という名前を意識するようになったのは、90年前後だったと思います。しかしその頃この方の情報をなかなか得られなくて、とりあえずうるせえやつらのサントラを買って聴いてたぐらいでした。それが2012年から13年にソロアルバムが CD 化されまして、それでやっと彼女の作品をアルバムで聴くことができました。まずは1981年のファーストアルバムココナッツハイ。基本はフライングミニバンドの延長線上になるラテンフュージョンサウンドですが、シンセの比率が増えタイトで明瞭な 80s サウンドって感じがします。2曲目スモールダイナマイトのようなエレクトロなファンク。4曲目クレイジーラブのような歌謡テイストの強い曲は新機軸と言えそうです。そして1982年のナッツナッツナッツ。このアルバムからニューウェーブテクノポップ色が強まります。アナログ A 面にあたる1曲目から5曲目こそラテンやレゲエなど前作までの延長に聞こえますが、フュージョン的なテイストはかなり薄くなっています。B 面はニューウェーブテクノ色が全開といった感じで、往年のヒット曲コーヒールンバはリズムを分解したようなアレンジでディーボのサティスファクションを思わせるものがあります。そして8曲目ローリングストーンはそれまでにないアップテンポでパンキッシュな曲でかっこいいです。ちなみにこのアルバムでボーイの布袋さんが参加していますね。そういった意味でも聴きどころの多いアルバムです。そして1983年サードアルバムトロピカーナ、1曲目からうるせえやつらのオープニングダンシングスターの歌詞違いの原曲クレッセントピアス。ダンシングスターは都会的なテクノ歌謡ですが、こちらはラテン色が強いです。
2曲目はうるせえやつらの映画ビューティフルドリーマーの劇中で使われていたラメイロドリーム。こちらもめっちゃキャッチーで一度聴いたら頭から離れません。後の時代でいう電波ソング的なちょっとはっちゃけた感がありますね。3曲目ダンシンシーはエレクトロなファンクですが、阿賀田森夫さんがゲストボーカルで参加しています。当時阿賀田森夫さんはバージンビズというバンドを組んでいて、うるせえやつのエンディングを担当したりもしていました。6曲目マシュケナーダはラテンのスタンダードのカバーですが、シンセドラムが鳴り響く 80s サウンドです。7曲目エスプレッソはこのアルバムでは珍しいオーソドックスなラテンサウンドです。9曲目ウィンドソングはアンビエント感のあるボサノバで、めっちゃ心地よいです。メロディーの一部が夢はラブミモアに似ている気がしますが、気のせいでしょうか。このアルバム個人的にかなりのお気に入りです。その後小林泉さんは雑誌の連載であるとかいろいろ多忙だったようなんですが、突如1985年にイギリスに渡ります。これはホルガー・ヒラーというアーティスト、当時ミュートレコードから作品を出していたテクノ系のアーティストですね。彼の助言によってイギリスで仕事をすることにしたそうです。後にホルガー・ヒラーさんと結婚されています。お子さんも生まれてますが、後年離婚されたようですね。それでデペッシュモードとかスイングアウトシスターといったかなりメジャーなアーティストの作品にスタジオミュージシャンとして参加したりしたそうです。で、1989年にホルガー・ヒラープロデュースでフォースアルバム IKI をリリース。これが、それまでとは全く違った作風になっています。ホルガー・ヒラーさんの作風がそうなのですが、サンプラーを使った実験音楽、現代音楽的な要素が強いです。おどろおどろしい印象のアルバムになっているんですが、ところどころ彼女のキャッチーな側面が顔を覗かせる場面もあります。1曲目はフォークダンスでおなじみのマイムマイムをアレンジしたもので、こういったいろいろな民族音楽へのアプローチが見られるのもこのアルバムの特徴かと思います。前作からのつながりはほぼ感じられませんが、ここまで振り切った実験性の強い作品を作るアーティストだったんだっていうのが知れて、とても興味深いアルバムでした。人にはあまり勧められませんが、個人的にはこれも大好きなアルバムです。ちなみにこれは再販前にプレミア価格で買ってしまいました。内容が内容なだけにこのアルバムだけは再発されないんじゃないかなと思ったんですよね。現在は新品で手に入ります。はい、以上4枚が小林泉さんの出しているソロアルバムになります。こうやって改めて聴いてみるとすごいポップセンスを持っていて、それでいて常に新しいことにチャレンジしていく素晴らしいアーティストだなと思うんですけど、80年代当時はアニソン歌手というレッテルからかまともに評価されなかったようなんですね。自分は子供だったからか素直に彼女の作った曲をいいなと思って聴いていたんですけど、それが何年か後にいろいろな音楽 CD とか買い集めるようになった時、彼女の作品がなかなか入手しづらい状況になっていて、なんでって思ってました。しかしやっと2012年から CD も再発され始め、フライングミミバンドはシティポップの文脈で再評価されているみたいですね。あとラムのラブソングはもうずっと人気のある曲ですし、80年代の音楽が好きな人にとっては結構認知されているのかなと思います。自分としてはニューウェーブ期のナッツナッツナッツ、トロピカーナ、このあたりをぜひおすすめしたいです。はい、というわけで今回は小林泉さんを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。ここでちょっとお知らせです。私藤井が作りましたソロアルバム宇宙飛行士になりたい、2023年5月13日頃から、Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Music ほか各種サブスクで配信されます。
今回のアルバムは比較的エレクトロポップ、シンセポップの要素が強いですかね。昔作った曲をリメイクしたり、初心に帰って作ったアルバムと言えるかと思っていて、かなりポップな作品になっていると思います。よかったらぜひ聴いてみてください。アルバムタイトルは宇宙飛行士になりたい。アーティスト名はローマ字で誠藤井になっています。よろしくお願いします。